私はあずさ。大学を卒業後、ひたすら仕事に打ち込んできた。周りはすでに結婚し、子供がいるのも珍しくない。そして、気がつけばもう私も30半ば。今まで仕事一筋だったせいか、最後に彼氏というものがいたのが何年前のことだか思い出せない。これはまずい。一応人並みに結婚願望はあるし、子供も欲しい。このままではいけない、と私は合コン、マチコンと婚活に励み、とうとう一人の男性と出会った。彼は友、今の仕事を続けたい、大切にしたいという私の意思を尊重してくれる上、私の唯一の趣味の映画鑑賞の話にも乗ってくれる。好きなジャンルもぴったりだ。友も年齢的に結婚を前提としたお付き合いを望んでおり、すぐに意気投合。そこからはトントン拍子に進み結婚。こうして念願の結婚生活が始まった。お互い仕事が忙しく残業のない日が少ないのだが、友は積極的に家事分担をしてくれるので、不満もない理想の生活だった。もう少し二人きりの新婚生活を楽しんで、仕事が落ち着いてから子供を。二人がいいな。女の子と男の子一人が理想だけど、そんな妄想を日々繰り広げるくらいには、私の日々は充実していたのだが、それが崩れ始めたのは結婚して半年ほど経った頃だった。姑が怪我をし、膝を痛めてしまったらしい。姑はすでに他界しており、義実家には姑と義祖母の二人暮らし。義祖母は最近体調が良くないらしく、横になっていることが多いと聞いた。そんな中、姑が怪我をしてしまったため、介護や家事手伝いで、私たちは急遽同居することとなった。あずささん、これから私たちの面倒よろしくね。いや、お手伝い程度とお聞きしていたんですが。いや、母さん、いざ同居当日、私は今回の同居に関して、事前に友からは、姑の膝は痛みはあるが、そこまでひどくはない。家事は手伝い程度で OK と聞いていたのだが、姑の言いぶりだと、家事全般、私の仕事だと言い切っているような気がした。私と姑の話が食い違う原因は、なんと友だった。友？母さん、実はあずさは仕事辞めてないんだ。はぁ？どういうこと？仕事を辞める？どういうこと？顔を青くする友に二人で詰め寄ると、友は詳細を白状した。なんと友は姑に、あずさは退職したから、介護や家事はすべてあずさに任せろと言ったらしい。友から退職を促されたことも、そういう相談をされたこともなかったので驚いた。嫁は家のことをするのが仕事なの。それを外に働きに行くなんて。まあいいわ。そんなの関係ない。働きに出るのは自由ですけどね。やるべきことはすべてやってもらいますからね。私も仕事があるんです。終日家で家事をしているわけにはいきません。だから、働きに出るのはあなたの勝手でしょ？俺とあずさで家事分担するから。家事は男の仕事じゃないの。あなたは自分の仕事をなさい。なんとも前時代的な主張を繰り広げる姑に私は呆れるが、この年代の人はこうなのかもしれない。それに、同居初日からこんなことで関係性を悪化させたくなかった。その後、何が何でも友には手を出させまいとする姑へ、家事サービス等の導入を提案するも拒否。せめて少しでも姑との家事分担を申し入れるも拒否。そう言われても、ここまで積み上げてきたキャリアを手放したくはない。友一人の収入だけでは不安もある。私は残業で夜遅くになってしまう日もあるので、残業してる私は偉いとでも言いたいの？何度も言わせないでちょうだい。全部あなたの勝手でしょ？夜できないなら朝やりなさいよ。友も姑には強く出られないようで、おろおろとするばかり。こうなったら私が折れるしかない。わかりました。こうして私たちの同居生活はスタートしたものの、最初の1週間で私はすでにへばり切っていた。義実家に引っ越したせいで通勤時間は以前より長くなった。その上、
まだ外が暗いうちに起きて、全員分の食事作り、掃除、洗濯を済ませる。出勤前に義祖母のお世話をし、残業して遅くに帰宅すれば、流しに放置された全員分の食器を片付けて明日の準備。こんな生活で健やかでいられるわけもない。ちょっと、約束と違うじゃない。約束？家事分担の約束はどうなったの？結婚前に約束したよね。いや、あれは結婚前の話じゃん。今は話が違うよ。就寝前、不満をぶつけるも、友はどこ吹く風だ。それにさ、こっちに越してきたから前より通勤時間も長くなったし、残業もしてるから早起きもきついんだよ。そんなの私だって同じだよ。ふざけるな。声を荒げたくなる気持ちを必死に抑え込む。遅いって言ったって、だいたい私よりは早く帰ってきてるよね。夕飯の準備ぐらいしてよ。炊事は女の仕事っていうかさ、それに俺がキッチンに立とうとすると母さん怒るんだよな。元はといえば、姑にいい顔をしたくて適当なことを言っていた友が悪いのに。あまりきつい言い方をしたくなかったが、なんとか私の窮状を理解してほしい。でも、もう私も限界なの。はあ、さ、文句があるなら母さんと相談してくれよ。お前の母親だろうが、と口をついて出そうになったが、唇を噛み締め必死に飲み込もうとする。その姿に友は何を勘違いしたのか、さらに続ける。女同士のやり方とかあるだろうし、お前ももっと嫁らしくしといた方がいいぞ。今後母さんが年取ったら、実家でお前が介護することになるし。まるで理解のある夫、と言わんばかりの口調なのだが、内容はこれっぽっちも理解がない。結婚ってこういうことだったのか？すべてが終わってみれば、離婚してしまえば良いだけの話なのだが、この当時はバツイチだとか、スピード離婚なんてワードがちらついていたせいで、離婚なんて選択肢は全くなかった。あれだけ苦労してやっと手に入れた結婚生活だ。この程度、私が我慢すれば良いだけの話なのかもしれない。世の中の兼業主婦はみんなこの苦労を乗り越えているのかもしれない。そう思うと、私の中の負けず嫌いの血が騒ぎ、こうなったら全部やってやる、と燃えてきた。その後、私は朝3時には起きるようになった。そして、朝のうちにその日の夕食分まで全て作る。あとは温めるだけで食べられるようにしておけば、みんな好きな時間に食べられるという、私なりの配慮だったのだが、義実家には伝わらなかったようだ。はあ、毎日夕食が出来たてじゃないなんて。夕飯、和食の気分じゃなかったから、今日はカップ麺食べた。はあ、旦那様への思いやりも足りないなんて。私なりに頑張った結果が、この流しに乱雑に置かれた食器と、友が手をつけなかった分と、二人からのこの言葉かと、私はため息しか出ない。本当はため息をつく暇もないのだが、姑の嫌がらせとも取れる行動は、食事への文句だけではなかった。掃除が行き届いていない等のお小言はもちろんだが、私が入浴する前にお湯を抜いたり、ガスを切ってしまったりなんてことは当たり前だった。ヘトヘトで帰ってきても、私はさっさとシャワーで汚れを落とし、風呂掃除をする。もうどれぐらい湯船に浸かっていないのだろうか。たまに友へ現状改善のため、打開案を提示したり、妥協策の模索を持ちかけても、だって母さんが、で会話は終わってしまう。そんなある日、いつものように3時前に起き出してリビングへ向かうと、なぜかすでに姑と友の姿があった。普段だったら絶対にこんな時間に起きていることなんてない。しかも、二人とも大きな荷物を抱えている。何してるの？ふふふ、今日からしばらく海外旅行へ行ってくるわね。はあ、そうですか。珍しく化粧をし、ニコニコとする姑。膝の怪我はどうなったんだとか、どこへ誰と行くんだとか、そんなことを聞く元気はない。それよりもしばらく家に姑がいないことが嬉しい。いなければ友がキッチンに立っても文句を言う人もいなくなる。1ヶ月ぐらい、いや1年ぐらい帰ってこなくていいのに。友は姑の送迎係なのだろう。今日は有給でも取ったのだろうか。じゃあ、ばあちゃんのことよろしくな。
俺たち海外だし、携帯も通じないから。友が有給なら私も半休でも取って、午後は二人でゆっくりしよう。そんなことを考えていたせいで、友が言ったことがとっさに理解できなかった。疲労からか最近頭がうまく働いていない気がする。は？タッチ？って言った？当たり前だろ。二人で行くに決まってるだろう。ここで初めて大荷物の中に友のキャリーバッグがあることに気がついた。仕事は？なんで？退職した。あずさの収入だけで十分だし。なんか、依願退職者募ってたんだよね。その分退職金に色つけてもらったし、親孝行しとかないとな。優しい息子を持って本当に幸せだわ。母さんが動けるうちに海外行きたいって言ってたしな。もうダメだ。二人の語る海外旅行の予定やらが遠くの方で聞こえる。二人との間に壁があるような感覚だ。ここでようやく頭に離婚の文字がよぎるも決心はつかない。気がつくと二人はすでに家を出て行っていた。しばらく呆然として出社時間頃に友の職場へ電話を入れるも、やはり退職していた。対応してくれた女性も、あれ？ご存知なかったんですか？と困惑気味だった。知りませんでした。とだけ言い、私は限界を迎えた。次に目が覚めたとき、そこは病院だった。私の名を呼ぶのは仲の良い同僚、そして義祖母。二人ともベッドの両脇から私を覗き込んでいる。それぞれが状況を飲み込めずにいたので、お互いの話を要約すると、私はあの後倒れたらしい。派手な音を立てて倒れた私。その音に驚いて、慌てて起きてきた義祖母が救急車を呼んでくれたようだ。友も姑も、旅行のことは義祖母に言っていなかったらしく、義祖母は何度も二人に電話をかけていたようだが、繋がるはずもない。そのうち私の携帯が鳴り、義祖母が慌てて出ると、私の職場からだった。最近ずっと顔色も悪いし、どんどん生気がなくなってくし、何かあったんじゃないかってみんな心配してたのよ。出勤してこない私を心配して連絡してくれたらしい。顔に出していないつもりだったが、職場には迷惑をかけてしまった。電話口で義祖母が私が倒れたこと、今病院にいることを伝え、同僚が来てくれたのだ。私は改めて今までのこと、二人は今旅行中だということを説明すると、顔を赤くして怒り出した。もう勘弁ならない。離婚しな、そんな最低男。なんで今まで我慢してたの？そうよ。いやいや、あなたのお孫さんですよ。私が部屋にこもりきりだったばかりに、あずささんにばかり負担をかけてしまった。ごめんなさい。あのバカ二人を自由にさせてしまった。目に涙を浮かべ、私の手を握る義祖母の手は温かかった。でも離婚なんて、まだ結婚したばかりで。離婚しなさい。夫より世間体より、あなた自身を大事にしなさい。あの家でありがとうと感謝を伝えてくれるのは義祖母だけだった。毎朝私が出勤する頃に見送ってくれたのは義祖母だけだった。離婚してこの人との縁が切れてしまうのは悲しいが、やっと決心がついた。私、離婚したい。言葉に出した途端、体が少し軽くなった気がする。義実家は昔は名家だったらしい。何世代か前まではこの辺りの一帯の地主だったとか。その名残か、未だに本家分家の意識だけは残っており、現在の本家の長は義祖母だ。数日前までの弱々しげな老人はどこへやら。動き出した義祖母は背筋は伸び、10歳は若返ったのではという働きっぷりだった。そんな義祖母からの号令により、分家から男衆が集められ、義実家から私の荷物が運び出されていく。ついでに義祖母もだ。私の決心が鈍る暇もなく、私の荷物や義祖母の荷物が減っていき、残りは大きめのキャリーバッグ、それ一つだけになった。もともと広い義実家がさらに広く感じる。同僚があの後、上司にも事情を説明してくれ、しばらく休職扱いにしてもらえることになった。上司から電話で、絶対に戻ってきなさい、と言ってもらえたのが、嬉しくてたまらなかった。
姑と友からは折り返しの連絡が一切ないまま、着々と準備だけが進んでいく。思っていたよりも二人の帰国は遅かった。退職金すべて使い尽くす気かもしれない。そのおかげで、こちらは準備万端な状態で、二人の帰国を待ち受けていられたので、よしとしよう。やっと帰宅した二人を、私と義祖母は真顔で対応するも、浮かれ気分が抜けきっていないせいか、異変には気がついていないようだ。ほい、お土産。友は手提げ袋から小さなクッキー缶を取り出し、私に手渡した。食べ物に恨みはないのだが、そのままゴミ箱へ投げ込んでやる。何するんだ？そこでようやく、というか、先に私と義祖母の足元のキャリーバッグに気がついたのは姑だった。なんなの？その荷物。おばあちゃんまで。今日でこの家ともおさらばです。引っ越します。出て行きます。離婚します。二人がいない間に私の体はだいぶ回復していた。離婚にあたって二人には少々痛い目を見てもらいたいという復讐心が芽生えてくる程度には、心の方もバッチリだ。なので今、やっとやり返せることに私は少しワクワクもしている。はぁ？あずさちゃん、紙とペン持ってきて。義祖母は真顔のままだが、私は笑顔で準備していた離婚届とペンを並べる。友がどういうことだと言い切る前に、義祖母が遮ってぴしゃりと言う。書きな。おばあちゃん、何の冗談？二人を置いていったから怒ってるのか？そんなのはいいんだよ。今日から置いてかれるのはそっちなんだから。いや、だから、どういう？私はホームに入ることにしたから、この家も建て壊して売却する手はずが整った。売却？建て壊し？本家はどうするんですか？先ほどまでの充実したような笑顔はどこへやら、姑は青ざめてひっくり返ったような声で叫ぶ。もう本家だ分家だ言う時代じゃないんだよ。親戚たちも理解してくれているし、ホームに入る蓄えぐらいはあるからね。二人に負担させようなんて思ってないよ。だからって、ばあちゃんがホームに入ってこの家を取り壊すって言うなら、俺とあずさは元の家に戻るだけだな。何を言ってるの？姑の横に立っていた友は私の横に並び、肩に手を回してくる。母さんがいなければまた家事分担もできるし、今度こそ二人で幸せな家庭を築こうな。都合のいい友の言い分に私は吹き出してしまった。話聞いてた？離婚するのよ。俺は絶対離婚なんてしない。無職だから養ってほしいんでしょ？もしかして退職金全額使い切ったの？私の問いに黙り込むあたり、図星だったようだ。恥ずかしい。大きくため息を吐き、首を横に振る義祖母。友は拳を握り震えている。あんたらがやってたことを、あずささんが叱るべきところに訴えれば、あんたらは莫大な借金を背負うことになる。でも、あずささんは黙って離婚してくれれば、それで良いと言ってくれてるんだよ。これは、義祖母のはったりも混じっている。事前に私は慰謝料請求等はしないと決めていた。したところで、現在の友に蓄えがあるとは思えないし、義実家の財産は、ほぼ義祖母名義。義祖母から何かを奪いたくはない。それに、そんなことで揉めるよりも、きれいさっぱり、1秒でも早く縁を切ってしまいたい。実際、裁判やら調停やらに持ち込んだところで、莫大な金額を請求できるとも思えない。だから義祖母は、あえてそういうことを匂わせてくれたのだが、二人はしっかり騙されてくれたようだ。青ざめていた顔が、さらに血の気が引いて白くなっている。結局、財産分与なし、慰謝料なしで離婚。その場でお互い離婚届にサインをし、その足で役所に提出。義祖母と少し豪華なディナーをして、私は一人新居へ向かった。その後の二人のことは、義祖母が責任を持ってくれるというので安心だ。ちらりと聞いた話では、二人とも親族の経営する工場で働かせているらしい。ずっと専業主婦で働いたことのない姑と二人、友の苦労が目に浮かぶ。今まで自室に引きこもりがちだった義祖母の姿が嘘のように、
目に炎が宿っているところを見ると、もしかしたら姑も昔は厳しく当たられていたのかもしれないが、私には関係のない話だ。その後、無事に職場復帰を果たした私は、運よく取引先の男性に告白され、お付き合いを始めた。以前だったらすぐにでも結婚を意識していただろうが、今はまだ結婚の話題すら出ていない。まだしばらくこの距離で良いかな、と現状に満足している。